こんにちは。新型エクストレイルの T33 ですが、現在ほぼ受注停止とのコメントをいくつか受け取りました。素敵な車なので購入できないもどかしさ、あるかもしれませんが、今回の動画では、現在、どのグレードが人気で購入台数が多いのか、また、どのオプションが人気なのかを紹介いたします。他のチャンネルでは紹介されない貴重な情報も盛りだくさんです。新型エクストレイル購入希望の方は、いいねを押して、ぜひ、この動画をブックマークしてください。また、今回に限らず新車情報も発信していくので、チャンネル登録もお忘れなく。では行きます。Now loading。まず、各グレードごとにどれだけ売れているかについてですが、こちらのグラフでまとめました。縦軸が2023年5月時点で登録済みの車両台数です。横軸は各グレードを示しています。これだと少し見づらいので、2WD 仕様の T33 と、4WD 仕様の SNT33 を切り分けますね。そうすると、全体的に 4WD の方が、圧倒的に人気であることがわかります。実台数でまとめると、2WD 仕様は2003台、4WD 仕様は21625台、となります。数値ベースでまとめると、明らかな差が伺えますね。そしてグレードごとに見てみると、4WD 仕様の G グレードが一番人気ですね。X グレードがお手頃価格なので、一番売れているのかと思っていましたが、予想を外していました。他の車種でも X グレードと言いますか、中間グレードが一番売れているのかは気になりました。また、興味深いことに、オーテック仕様に比べて、オーテックアドバンストパッケージの方が、売れていることもわかりました。オーテックを購入するほどの余裕がある人は、最上位のグレードを選択する傾向がありそうですね。ちなみに、事前アンケートを取りましたが、アンケート結果からも、4WD 所有者が多かったです。視聴者の大半も G グレード所持者ということなので、これからは G グレードを基準に動画投稿しようかな。続いて、2WD 仕様と 4WD 仕様をまとめて、各グレードごとでの購入台数をまとめてみました。左側から、S グレード、X グレード、G グレード、オーテック、と並べています。ご覧の通り、G グレードが最も人気で、12,386台がすでに購入されていますね。また、S グレードよりもオーテックの方が、台数が大きくなっています。最下位グレードは、お買い求めしやすいはずなのに、あまり購入されていないことから、購入者にとって、必要な機能が十分にないことが伺えますね。続いて、どのオプションが人気なのかを紹介します。縦軸は先ほど同様に購入台数。横軸は各オプション機能パーツです。上の点線で、2023年5月時点に購入され、登録済みの車両台数を示しています。この点線の総車両台数をもとに、設定比率がわかるようになっています。また、前提として、2WD と 4WD の区別はしていません。ご承知おきください。まず、ルーフレールからですが、設定台数は12,194台であることが分かりました。総車両台数が23,872台なので、購入者の半分近くが設定していることが伺えます。スキーやキャンプのために、キャリアを装着する方が多い、ということかもしれません。私はディーラーで、ルーフレールをかなりお勧めされたのですが、スキーやキャンプをしなくても、乗降時に雨がドア側に流れてこないように、雨よけのストッパーとなる、という理由でお勧めされました。なるほどと思ったのですが、見方を変えると、天井の洗車の際に、水を流しにくいのと、スポンジで洗いにくくなるので、自分で洗車もする方は検討が必要だと思います。まあ、お金に余裕があれば、洗車機で洗うと思いますので、思考停止でルーフレールを設定するのはありかもしれません。きっとリセール性もかなり良くなると思います。続いて、アダプティブ LED ヘッドライトですが、ルーフレールに続いて、人気でした。ネット上では、ALH なんて呼ばれ方もしていますね。私の投稿した動画でもそこそこ再生されていたので、気になるオプションであることは、間違いないかなと思います。設定台数は、8,163台でした。どういう目的で購入しているのかは定かではないですが、私の動画で取り上げているように、気づかないうちに他の車をライトで煽らないようにしつつ、かつ、ハイビームで走行したい人が多いのかなと思いました。これまでは、自動でハイビームのオンオフができたものの、ハイビームにしつつ、人や車には照射抑制する、といったことができなかったので、ハイビームの需要が高いのでしょうかね。ちなみに、
概要欄に、アダプティブ LED ヘッドライトの動画のリンクがあるので、よかったら見てみてください。続いて、日産コネクトですが、設定台数は、7160台でした。もう少し丁寧に説明すると、日産コネクトに加えて、SOS コールやアラウンドビューモニター、ETC2.0、インテリジェントルームミラー、100V の AC 電源と USB-C タイプが、セットになっています。そのため、ナビも、内製式の新モデル仕様になります。個人的には一番設定率が高いと思っていたのですが、意外と設定率は高くなく、3人に1人が設定していることが分かりました。あまり選ばれない理由として考えられるのが、価格ですね。セットオプションで、41万5800円です。高すぎますね。ETC や AC 電源はあまり関連性もないし、もう少し安いオプション設定にしてほしいところ、30万円くらいなら定番オプションになりそうかな？とりあえず、要見直しオプションだと感じています。次は、リモートオートバックドアです。設定台数は、4529台でした。リモコンオートバックドアは、スイッチやハンズフリーセンサーなどで、バックドアを自動的に開閉することができる機能や、足を車両裏や中央下へかざすことで、自動でバックドアを開けることができる機能があります。便利そうに思えましたが、セレナと違って、バックドアがすごく大きくないので、数万円払ってまで、設定しようと思わない方が多いのかもしれません。使ってみて便利だと感じたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。続いて、本革のナッパレザーシートです。設定台数は、4081台でした。10万円ほどかかるので、購入するか迷った方は多いと思います。本革カラーはあまり明るすぎず、いい感じの色味であり、それに加えて、本革なので、上質感も味わえます。実際に何度も乗ってみましたが、個人的にもかなりおすすめのシートです。ちょっぴり残念なところとしては、先ほど上質感と言いましたが、座面や背もたれなど、一部のところしか本革になっていないので、雰囲気を味わうという意味では十分かもしれませんが、本革マニアからするとちょっと残念かもしれない。加えて、なぜか運転席側の革だけ汚れやすいです。そもそもこの場所、本革ではなさそうですが、中性洗剤などでしっかり洗い落とせるのか気になりました。コメントでも汚れが気になっている方が何名かいましたね。気になったのは、その程度です。そこまで気にするレベルでもないですね。続いて、リアフォグ LED です。設定台数は、3774台でした。このオプションの不満としては、紙のカタログには記載が見つからなかったのですが、ウェブ見積もりでは記載があり、見つけるのに苦労しました。仮に、紙のカタログに記載されていたとしても、見つけづらいので、もっと見やすくしてほしいですね。リアフォグ LED ということで、山道での濃霧で、後方車両に存在を知らせる機能があり、安全部品になりますね。前方衝突は、自分の不注意でぶつかってしまうことがあるかもしれませんが、後方からの衝突の大半は、追突してきた後方車両が原因のケースが多いはずなので、設定する価値は十分あると思います。実際に事故車両で後方からぶつけられた車もありましたし、リアフォグ LED に関して気になることがあれば、ナッカー動画さんにお聞きしてみてください。続いて、電動パノラミックガラスルーフです。設定台数は、3327台でした。こちらも驚きの結果で、皆さんサンルーフいらない人が多いんですね。車内が明るくなるメリットはあるものの、断熱性能や雨天時の騒音、汚れが目立ちやすい。エクストレイルじゃないけど雨漏りしたこともあるなど、基本性能として様々な問題を抱えやすいので、選ばれにくいのかもしれないです。あるいは、2022年7月時点で、セットオプションとして、坊主スピーカーやルーフレールもセットになっていて、購入価格が高かったことが原因かもしれません。2022年5月現在では、セット内容が改善されているので、もしかしたら、購入割合が高まるかもしれませんね。車中泊などでは、室内が広く感じやすくなるので、キャンパーの多いエクストレイルでは、今後人気になっていく可能性は十分考えられます。続いて、坊主スピーカーです。設定台数は、3321台でした。こちらも意外と設定されていなく、驚きましたが、先ほどもお伝えしたように、セットオプションで高かったことが原因かもしれません。現在は G グレードで単品購入可能です。実際に走行して感じたこととして、エクストレイルはいいパワーの効果もあり、室内はかなり静かな作りになっています。そのため、
音楽での高低音の響きがより聞こえやすいです。よって、多くのユーザーがスピーカーやデッドニングに、こだわるのではないかと考えます。実際に試乗せずに購入した方も多いと思うので、今回は設定しなかったけど、次回いいパワーを購入するなら、設定したいという方、いらっしゃるようでしたら、コメント欄で教えてください。ちなみに、音質へのこだわりの強い日産オーラですが、BOSEスピーカーの設定率は、驚異の80%超えです。エクストレイルでも今後需要が高まる可能性は高いと思います。また、BOSEスピーカーは後付けもできるかもしれないので、ディーラーで相談してみてください。楽天などで部品自体は売られていますが、十分に作動するのかはわかりません。そして最後に、防水シートです。設定台数は、3298台でした。ネット上では、大人気オプションと言われていたので、もっと設定率が高いのかと思いましたが、実際に調査してみると、イメージと異なりました。設定率は12%を超えていれば、メディア的には、大人気ということなのでしょうかね。防水シートは、文字通り、防水機能もありますが、もう一つの機能も備わっている機能性部品です。概要欄にリンクを載せておきますが、今回のシートの目玉は、本革シートかテーラーフィットシートなので、よほど防水にこだわりがなければ、選ばれないのかもしれませんね。ちなみに、防水だからといって汚れないとは思わない方がよく、前型の T32 では、化粧品関連の汚れが付着して、汚れが落とせないという声もネット上で見つかりました。防水シートに限らず起こるとは思いますが、油断禁物ですということが伝えたかったです。最後に、事前にアンケート調査をさせていただきました件について、お話しいたします。このアンケート結果も傾向としては同じで、アダプティブ LED ヘッドライトが、一番人気であることがわかりますね。アンケートにご協力してくださいまして、ありがとうございました。ということで、おすすめのオプションについてですが、個人的には、設定率の高いオプションがおすすめです。理由はリセール性が高くなり、実際に支払う金額を減らせる可能性が高まるからです。乗り潰す前提の方は、全く気にすることなく、自分の好きなオプションを選ぶで良いと思います。そんな感じで以上です。皆さんのご感想も、コメント欄でお待ちしています。また、概要欄にも先ほど紹介したオプションの関連動画リンクがあるので、ぜひご覧ください。ではまた。